こんにちは。今回はエキスパート編。最初はドルフィンリゾートからですね。スキルはパワーが使いやすいと思います。もう一つは自分で補いたいものを。スタート直後はリングを集めていきましょう。エキスパート全般に言えますが、コース全長がスタンダードよりも長いので、レベル上げは急いでできる方が効果がより大きくなります。ジャンプ台の後はグラインドを装備してれば右側で、リングは最初だけです。出口付近は3カ所にあるので、どこかのダッシュパネルに正面から乗れれば拾えます。トンネルの後はイルカゾーン。左右に手を上げ下げすれば移動できるので、リングを集められます。ジャンプ台から飛び上がると加速もあるため、積極的に移動しましょう。今回はストーリーと違ってエアライドとパワーをつけられるため、該当する看板が見えたらそこで上陸するのもありです。ただパワーに関してはエアライドの次に来る上にオブジェクトの破壊に失敗すると遅くなるので、安定を取るならそのまま流されてもいいです。エアライドの場合は最優先で上陸します。またこの区間はイルカが通る道が2つあり、今回はインコース、アウトコースの場合もタイプ別の看板が出るのは同じですが、当然上陸するには左と右が逆になるので、間違えて移動しないように注意。このコースは直線上に移動していることが多く、エアーを補充する場所が少ないため、ジャンプ台のトリックは大事です。しっかりと高レベルトリックを出しましょう。建物内はパワーの場合は左側へパラサルを3つ壊して抜けましょう。右側はグラインドです。エアライドは建物に入る前にリングを拾えない代わりにエアーを補充できます。ここではあまり得られるものがないですが、一つ前で大きなショートカットがあったから仕方ないですね。一周したので、このコースのカスタマイズの話でも3タイプの利点は珍しく平等に近いと言えますが、グラインドが最後のコーナーが外側になるのが気になるところ。エアライドは快適に移動できるものの、リングがかなり拾えなくなります。よっておすすめはパワーですね。タイプスキル2つ持ちもありかもしれませんが、直線が多いのでエアーの消費量を抑えるパーツやリミットを上げる方が効果が大きいとは思います。まあこの動画だとサブパーツ忘れてて機能してないという残念なことになってますがね。パワー向きのコースは自動で発動してくれるバイクで走った方が良かったかも。エミーのプロフィールです。公式サイトと比べると努力家なところの説明が抜けてますね。海外だと説明書に似たようなことが書いてありましたが、そういった理由はメインの会話で聞きたかったですね。過去作の時もちょっと触れましたけど、最近海外公式側のプロフィールが書き換わってソニックを追いかける部分はなくなりましたね。さらに言うと、公式が挙げた時合いだと先にゴールが待ってると言ってソニックに勝負を挑む感じに。今後は努力家に加えて自分の力を試したり積極的に挑戦する前向きな面が強調されるようになるんでしょうか。過去からかなり趣味が多く、アクションやストーリー上でも意外な形でそれが役立つことがあったりと、引き出しが多いキャラなので、ソニックに対する以外の面での良さを引き出すための改変なのかもしれませんが、今後はどんな感じでこかれるかが楽しみです。専用ギアの説明です。要は市販品ではあるのですが、専用に注意してあると書いてありますね。ありえない性能とありますが、誰が手を加えたのでしょうか。ベクターの改造モデルですが、30分でそれができると思わないし、クリームも少なくとも自分のギアは自分で注意してるっぽい発言があります。大会とか以前にソニックと同じぐらい走れるようにとテイルズにお願いをしたとか、それともソニックに追いつきたい気持ちのあまり自分でやり遂げたのか気になりますね。ドルフィンリゾートエキスパート版の説明です。なんと今走っているところは巨大なプールでした。てっきり海に面して作ってあるのかと思いきや、こんな大規模な施設だったとは。これが新エリアということはスタンダードと合わせて相当広い範囲のリゾート施設になりますが、どんな規模なんですかね。カジノエリアとかもあったりして、ハイユアタックの目標タイムは4分42秒以内です。一応どのタイプでも抜けるとは思うぐらいには厳しくないタイムですが、それでもちゃんとギミックを有効に使って走る必要があります。エキスパートとなるとこんな感じのコースが多くなるので、今後のためにも練習あるものです。
次はロッキーリッチです。キャラクターは3作目にしても、本編では登場できなかったシルバー。前作から出てましたね。シルバーといえば、タイプが定まらないことに定評がありますが、今回はスピードタイプとなっています。そんなに速いイメージがない。まあ、ほら高速飛行できるから。このコースではパワーの捨てがたいですが、操作が忙しいので扱いが難しいと判断し、グラインドになっています。よって、正面に進んだ後の分岐は、左側に出てレールに乗りましょう。ロッキーリッチはエキスパート版だと、リングはあまり集まりませんので、できる限りは手を伸ばしておいた方がいいかも。そもそもの配置が少ない上に、大体は2列とかで置いてあるので、操作が上手いとしても、レベルアップがそんなにスムーズにいかないんですよね。見ての通り、ダッシュパネルは真ん中に乗るとうまく回収できます。曲がったら手を伸ばすと、岩の上にあるリングを取れます。グラインドの場合はレールに乗りましょう。レールに乗らないと、リングは少し拾えますが、遠回りかつ、ハーフパイプに触れた時しかエアーを稼げないので、明らかに損をします。エアライドの時は、着地後、すぐにジャンプ台があるため、大きなジャンプ台は中央から飛びましょう。着地後、ダッシュパネルの前と中央にリングがあります。集めたい場合は覚えておきましょう。線路は、汽笛が聞こえたら逆の方に逃げます。パワーの場合は、中央の岩を壊せるので、線路に乗る必要はありません。トロッコは、スタンダードより少し長いので、しっかり倒しましょう。曲がる距離のある分だけ、ここでの加速が大事になってきます。レールを隣に移動する位置も多いですので、画面をよく見て、こまめに切り替えをして、岩にぶつからないようにもしましょう。一周になるので、カスタマイズの話をしましょう。今回は、見ての通り、後半がトロッコのため、そこまで、ユニットとかの必要性がないと思います。同様に、エアーも必要性がないので、タイプ別スキルの2つ装備に視野に入ります。タイプ別スキルそれぞれの利点を言うと、動画でもわかるように、グラインドはとても快適ですね。エアライドも、2箇所で、結構スムーズに進める上に、道の真ん中を走っているだけでいいので、操作の手間がかからないのは悪くはないかと。ただし、使える場所が、パワーやグラインドと同じなので、タイプスキル2つ装備の場合は、ムラになりやすいのは注意。パワーは、手動でコースに入る必要があるため、操作が面倒ですが、最後の線路は楽ができ、エアーも補充できます。個人的なおすすめは、バイクギアのグラインドですかね。切り替えの必要がないし、このコースも、大きく曲がるところは、レールがあるおかげで簡単に曲がれますし、汽車の少し前のカーブも、前もって右側にあるパワー用ルートに入れていれば、スムーズに抜けられます。この組み合わせの池と言わんばかりに、グラインドからジャンプ台に乗ると、ちょうど、正面にパワー用ルートの入り口なんですよね。噛み合いすぎていてびっくりです。シルバーのプロフィールです。ストーリーに出ていないせいか、ライダーズならではの情報はなかったですね。参戦が少ないこともあってか、どの作品でも、このプロフィールの通りに描かれていて安定してますね。ところで、ギアを乗りこなすのに超能力は関係あるのか？専用ギアの説明です。未知の素材とありますが、シルバーの時代って荒廃してるから、科学的要因の品種改良みたいなのとは違いそうですね。過酷な環境ゆえに、金属や岩も変質していったのか、それとも、イフリースの力から生まれた、全く新しいものなのか、遥か未来とあるように、時代は同じではない可能性もありますね。先ほど超能力は関係あるかと話しましたが、もしかしたら、これに関しては超能力でないと浮かせられないぐらい特殊なものなのかもしれませんね。ロッキーリッチエキスパート版の説明です。滝はスタンダードにもありましたね。実は、スタンダード版からの変更点が滝について書かれたのと、機関車とトロッコの文章からトロッコがなくなっただけです。まあ、走っている景色ほとんど変わりませんからね。一応、街のところを長く走るので、そっちの方の説明が欲しかったですね。時間余ったのでギア紹介。スティールです。性能は普通ですが、ぶつかったらリングを奪い取ります。まあ何もないギアに乗るぐらいだったら、これの方が得ですよね。ちなみに、クロスワールドでは、リングスティールというガジェットがあり、マシンにつけると、同様の効果が出ます。こういった感じで、過去作の要素を知っていると楽しめることがあると思いますので、これからも色々紹介させてください。もう一つ紹介。今作限定のギア、レジェンドです。トリック補正がつく代わりに、エアー獲得がなくなり、ステータスが大きく下がります。実は、ギアパーツの方で、トリックを上げるパーツがあるため、前回紹介した天使と悪魔のように、そちらのパーツをつけた方が上位互換みたいになります。わざわざ、これを使う利点がない状態になってしまっています。まず、
これも作る時に気がつかなかったのか。タイムアタックの目標タイムは5分45秒以内です。何かの間違いかのように思いまくります。カスタマイズは幅広いものが通用するでしょう。一体何をもってこのタイムに設定したのか。強制走行の部分を普通に走る前提とかで決めちゃったとか。ここにこんな余裕を出すならメトロポリスの方を見直してください。俺の力はまだこんなもんじゃない。次はフローズンフォレストのエキスパート。お待たせしました。初代の時からコメントで言われていたあの伝説のギアハングオンがついに登場です。あえてのクリームに乗ってもらいましょう。なんでかってチームローズはエミーはフロンティアのカードスピンがテーイルバイクっぽくてビッグがスクーターに乗ってたのでクリームにはバイクが意外と似合うんじゃないかなと思って。最初のジャンプは失敗しても大丈夫。リングを集めながら進んでボブスレーエリアに入りましょう。障害物ができており場所によってはリングより先に出てくるので厄介です。幸い当たってもそんなに減速しないので回避するより減速した際も落ち着いて先を見てリングを集めるぐらいの気持ちで抜ければいいと思います。ボブスレーが終わったら連続ジャンプ。一つ目のジャンプの後はしゃがむ必要があります。成功すると上ルートはリングがスムーズに集まるので成功させたいですね。落ちた場合は手を伸ばしたリング回収。その先はそれぞれタイプスキル対応の場所になっています。このためタイプ別の能力がついたギアの場合は下に行くメリットもあります。洞窟の出口の後はパワーは右、左はグラインドなんですが、今回はタイプ能力はどうでもいいやとグラインドを選んでいたので無駄になっています。その先はエアライドの場合は最初のタイプで場所を合わせて飛べれば飛行できますがちょっと難しいです。タイプに乗ると若干ですがロスではあるためエアーを見ながらトリックするか曲がるかを判断しましょう。大体一周となるのでカスタマイズの話を。タイプ別スキルですが見ての通り正直なくても問題なく走れるんですよね。スーパーソニックとかは使いやすいかも。一応選ぶならインコースに行けるパワーが有利ですね。エアライドは開始が難しい上に近くがバイクのためエアー不足とかの問題がないので必要性が薄くグラインドも場合によってはレールのある場所に全く行くことがないので微妙です。直線上に走ることが多いのでリミットが高いカスタムは効果が出やすいかと思います。そういえば BGM が全く聞き慣れないものになっていますがこれは今使っているギアハングオンの曲です。ハングオン自体はトランスフォームドでも量が載っていましたがあんまり解説できてなかったのでここでしちゃいます。ハングオンは1985年に出たゲーム。バイクを傾けて曲がっていく体感型筐体があってこれがそのままギアのモデルとなっています。ゲームのルールとしてはアウトランに近い感じでゴールまで制限時間以内に走り抜けます。セガの体感型ゲームでは最古の存在でこれがあったからこそ後のアウトランやアフターバーナーにつながるわけですね。遊んだことはありますが体感版筐体は見たことがありません。いつか体験してみたいですね。異色ですがあんまりされていません。シェンムーに収録はされていますがそれ以外の単品販売とかの機会には恵まれずとても貴重になりつつあります。アウトランに便乗して復活しませんかね。むしろ新しい筐体作ってくれても良いんですよ。まあアウトラン自体が映画だけでゲームが出る保証はないんですがね。アウトランの映画から火がついて怒涛の体感シリーズ復活とかやったら最高なんですがね。クリームのプロフィールです。シーズはストーリー込みで出番がなかったように思えますがアタック時に出てきます。いつの間にか参戦するにしては手際が良すぎた気がしますがもともとが練習に付き合っていたんでしょうかね。専用ゲーの説明で子供用なのに大人用と同じぐらいのパワーが出るってアクセマイズ社製品の安全性がやばいのでは。説明に普通にこう書いてあるってことはリミッターを外したとか改造したとかそういうことじゃなさそうですよね。エクストリームギアはクロスワールドでモデルのですがアクセマイズ社の名前が聞けるかどうか聞けなかったら多分危ないもの作りすぎてなくなったんでしょうね。ハングオンの説明です。コレクターズギアってこと以外は何もわかりません。見ての通り性能は普通で全キャラに出るためバランスのいいバイクギアの欲しい場合はこれになります。BGM が強制的に変わりますが
一応これ対処法があって、Xbox 自体の機能で取り込んだ CD か USB メモリから音楽ファイルを再生できるので、これで好きな曲を再生すれば BGM が上書きされて、普通にボイスとか効果音はそのままにゲームができます。フローズンフォレストエキスパートの説明で、スタンダードだと、かつての生物たちの眠る神秘の森と書かれていた場所の説明が化石のジャングルとなっていますね。タイムアタックの目標タイムは5分以内です。簡単すぎず、難しすぎずのタイムとなっています。割と走り方の選択肢が多いので、いろいろ試してみましょう。直線上になっている場所が長いため、リミット重視のカスタムもいいですね。次はメトロポリススピードウェイ。エキスパートではさらに厳しくなります。このゲームの中で最も難しいタイムは間違いなくここでしょう。今回はシャドウにポテンシャルの組み合わせでいきます。ギアパーツですが、エクストラエアとトリックブーストにします。トリックブーストを使いたいのは強制的に踏むジャンプ台が多いからです。どうせ飛び上がる分だけ時間がかかってしまうため、それはできる限り軽減したいですからね。この先の下り道の後、バイクを踏まずに必ず右に曲がってください。曲がったら手を上に上げてバイクを掴んでショートカット。その先も右に手を伸ばして先に進みます。パイプに乗ってしまうとロスする上に、今回は速度がついているためわざと失敗しようとも左側のポールに触りに行けません。この先左右にもリングがありますが、手を伸ばさないと取れません。無理して回収はしなくていいです。中央の後半来るリングは手を上に上げないと取れないので注意。そのまま正面に進み、上の道へ、その後手を上に上げてポールを掴んでショートカットです。この先ですが、曲がった後、中央にはパワーじゃないと壊せないオブジェクトがあるので注意。その先の3分岐ですが、必ず左に行きます。トリックブーストのおかげで、ジャンプが多くてもスムーズに進みます。ただし、タイミングが通常よりずれるため、落ちないように注意。だいたい1周したので、カスタマイズの話を見ての通り、ジャンプが多いので、トリックブーストが必須です。タイプ別スキルは、どれも使うところがないので、おすすめしません。また、直線移動が結構多い分、リミットが最低でも必要となるので、動画のように、スピードタイプやポテンシャルに乗せるか、リミットアップをつけましょう。ポテンシャルを推奨している理由は、全ステータスが高いこと、タイプスキルがいらないため、デメリットを帳消しにできるからですね。リミットアップは動画では使ってないのですが、特におすすめです。スピードタイプにつけてしまえば、直線は平均200で走れます。今メーターにかぶっていて、速度が見えにくいですが、普段は187ぐらいだといえば、どれくらい恩恵があるかわかるでしょう。ただ、それをこなしても、ようやく1周あたり3秒更新できるかというところです。一つのミスで達成できなくなる可能性があることを忘れないでください。ちなみに、スーパーソニックで3周目後半だけブーストするのを試してみたところ、わずかに1秒足りませんでした。ルート選択や細かいカーブの工夫次第では届くかもしれませんが、楽にとはいかないので、トリックブーストのような条件加速ができるパーツをつけて、3分岐は左に行く方が安定すると思います。自分の考えた手ではないので動画化しませんが、このゲーム唯一の攻略サイトを参照したところ、リミットアップとエアライドでスムーズに進む方法がありました。試したら、確かに優秀で少しばかりですが、余裕が出ました。ただし、リミットアップで長い区間を走って、忘れずにエアライドに切り替える必要があるので、注意。切り替えミスでブーストでも出た時には、ルート崩壊の恐れもあります。自分がやりやすい方法を見つけましょう。シャドウのプロフィールです。グランプリに興味はないけど、能力を試すために参加と書かれてますね。ストーリーの最終パートで話したのですが、海外の説明書だと、能力王の部分はソニックに勝ちたいのでと書かれています。微妙に違いますね。海外向けの脚本では、ソニックを露骨にライバル視して、勝負を挑んだりすることが多いですからね。あくまでも、自分のためとクールなところを強調してるのは日本ならではの解釈ですかね。まあ、どちらにせよ、本編では触れられないですけど。専用ギアの説明です。意外にもアクセバイス社製モデルですね。まあ、説明をよく読むとオーダーメイドっぽいですが、
これを見るまで前作でも出てたガンが彼の能力データをもとに制作した特殊モデルを使っているのかと思いました。メトロポリススピードウェイエキスパートの説明です。塗装の説明ではなく二面性についてが強調されています。確かに暗い地下都市部分と表側の2面が特徴的なコースですね。街全体を走るというのはインパクトがある説明に見えつつも、クロスワールドでは街コースとしてアポトスが実装されてしまいましたね。あちらもかなり狭い通路があったりと、レース場としてよりも街としての再現度に気合が入ってます。タイムアタックの目標タイムは4分50秒以内です。見ての通りかなりギリギリとなります。表面をフル活用するカスタムとその人の技量次第ではもう少し短縮できますが、それでも10秒以上余裕を持ってクリアはかなり難しいです。自分に合ったカスタムを探すところから始めましょう。当然の結果だ。次はマグマリフト。使用キャラクターはブレイズ。炎が似合いますね。パーツはストーリーと同じになりますが、使いやすさ重視でグラインドとさせていただきます。サブにエアセーブをつけて燃料がきつい時につなぎで使います。道の外側がダートなので注意。まあそんなに長く乗ることはないとは思いますが、最初のハーフタイプが飛ぶと大体はダッシュパネルに乗れるので、そこまで損失なしです。トリックしてしっかり稼ぎましょう。3分区は右に手を伸ばすトリングが取れますが、伸ばしている時はレールに乗れないので注意。ここの比較をすると、パワーは手動で岩を壊す必要があり、エアライドはリングが取れないため操作の手間も少なく、両方の恩恵があるグラインドにしました。パイプのあるカーブが続きますが、全部塗って大丈夫です。自力で曲がれる場合は曲がってもいいですが、別に乗っているからタイムがかなり厳しくなるとかはないのです。足は事前にしゃがんで後半で飛びます。スタンダードと同じく下ルート自体の遠回りなので必ず上に行きましょう。このジャンプ台の後はエアーを補充する場所がしばらくないため一応注意。リングは橋を渡る前と渡った先に結構あるので、レベルアップができる場合はそこで補充する手も。見事に取れてませんね。ジャンプ台の後は最後のロングカーブ。よほどカーブ性能が高いカスタマイズじゃないと壁にぶつからず曲がりきるのは難しいと思うので、少しでも膨らみが軽減されるようにとにかく傾けておけばいいです。これで一周なのでカスタマイズの話を。必要な能力は正直どれもだと思います。ダートはそこまでですが、一応あって困ることではないし、カーブは曲がる場所が多いので膨らみ軽減に役立ちますし、リミットも長距離を曲がらず走る区間での恩恵が大きいです。タイプ別のスキルは2箇所で使えますが、1つ目ではグラインドが使いやすく、エアライドはリングが手に入らない。パワーは手動操作なので手前のリングが取りにくいです。2つ目は下ルート専用でそこに行く時点で厳しくなるものに、その中で評価するならグラインドは可もなく不可もなく、エアライドはジャンプ台の位置合わせが難しい。パワーは橋を渡って正面にある岩を壊すだけなのでミスが少ないとなっています。位置合わせとかも苦手ならグラインド一択ですね。炎が出る場所は手を伸ばす際に注意。タイミングが悪いと今のように減速します。一応少しの間だけなので1回ぐらいならセーフでしょう。ちなみにスタンダードにあった火柱は今回存在しないため、そちらは心配しなくて大丈夫です。厄介なカーブこそ多いけどコース上邪魔なものがなくなっているので位置を気にする必要もなく、人によってはこっちの方が楽かも。下ルートは遠回りなものの稼げるエアーの量は多いです。1回ぐらいなら落ちても目標タイムは狙えますので、稼いだエアーで加速して遅れを少しでも減らしましょう。ブレイズのプロフィールです。この設定だとラッシュ側ですね。シルバーと一緒に来たわけではなさそうです。少し気になったのが他のキャラの説明の最後の一文が必ず大会に参戦、優勝を狙う、得意の何々で挑むみたいな感じなんですが、ブレイズだけレースを進めていくというちょっと違った表現に、細かい話ではありますが的確な判断力を持ってレースに挑むみたいな文でも良かったような。専用ギアの説明です。フレームではなくフレームレスので注意。他と比べると左右の幅が細めで前後が少し突き出ているので、ランプの名の通り鋭く感じる作りですね。シャドウのギアは無駄な部分を削ぎ落としていると説明がありましたが、
これを見てしまうと、全然軽量化できている気がしないですね。異世界の素材だからこそできる芸法なのかな。マグマリフト、エキスパートの説明です。説明が思いっきり間違っており、先ほども話したように、エキスパート版には火柱はありません。まあ背景とか見れば確かに上がってるのですが、アーチは近くを通るのでまだわかるとして、火柱がライダーを襲うという表現からは遠いかと、ファイナルファクトリーも思ったんですが、コース自体のイメージテキストと実際の出来が全然違うのが気になりますよね。この説明欄には書き案みたいなのが書かれてるんでしょうか。時間が余ったので、これまで使ってたけど見せられなかったポテンシャルの説明です。カーブ以外の基本性能が1段階アップする代わりに書かれてませんが、タイプスキル系の獲得エアーが減少します。とはいえ、タイプスキルなんて通り道を作るためのものか、コースによっては単に楽をして走るためのものだけだったりするので、不要な時は結構あります。そういった時は使ってみましょう。カオスエメラルドは各種もう1段階高いと思いきや、カーブが2しかないので、意外とこっちの方が頼りになることも。タイムアタックの目標タイムは5分以内です。結構ギリギリになっていますが、まあ、ミスが結構あったので、下ルートに行ったり炎に当たっても、意外と余裕があるってことですね。次はフォーガットントゥームです。キャラクターはルーシュを使いますが、ここで、第2の伝説のバイクリア、スーパーハンゴーも使います。一応ここで出した理由ですが、ボディが白系でルージュに合うってことと、シャドウもバイク乗りなので、チームラークもバイク乗り増やしていかなってことだよ。また、それなりにジャンプできる場所が多いので、役に立つかと思いトリックブーストをつけています。早速スタート直後にジャンプできますね。通り過ぎましたけど、しゃがんで抜けた先、ポールがあるので、上に手を上げてショートカットに入りましょう。上り坂の後半は、リングが外側なので、手を横に伸ばしましょう。足が動いてしまって誤認されました。バイクは、これがあるから難しい。右側のルートの場合は、パワーとその他になっています。パワーの場合は、絶対インコースに行きましょう。その先3連ジャンプです。外側を走った場合でも、最低限飛ぶエアーを残しておくように。また誤認されました。まあ、トリックブーストのおかげで、損失はそんなにないので、続行しますね。ついでに、トリックブーストについてここで解説したいのですが、このスキルは、どのレベルでも発動します。ただし、トリック自体も仕様があって、ランクの高いトリックほど飛び上がりから着地までスムーズという違いがあるんです。なので、トリックブーストを有効活用する場合は、できる限り高ランクトリックを出しましょう。坂が終わったら、右側にパワー用通路。その先のジャンプ台は、トリックランクで上下に分岐しますが、下がちょっと長いぐらいで、やることは、通路の途中でしゃがむのが同じです。それが終わると一周になります。一周したので、カスタマイズの話へ、タイプ別スキルですが、2箇所で使います。最初は、遺跡の上に飛んだ後の道なんですが、ランダム分岐になっており、片方がグラインドとエアライド、もう片方が、パワーとスキルなしになっています。グラインドの道はインコースですが、グラインドがなくても通過可能となっており、パワーだけは、唯一、スキルが必須になっています。もう一つは、下りの連続ジャンプが終わった時、エアライドだから、下り2回目のジャンプを中央で成功させる必要があるので注意。以上のことから、パワースキルが無駄になりにくいと思います。また、それ以外の能力は、今使っているトリックブーストが有効活用できると思います。割とすぐに曲がる必要があり、直線上に長く走る場所は、そんなにないため、リミットは低めでも大丈夫だと思います。マップ上は、直角になっているカーブが多いですが、そういった場所は、ポールやダッシュパネルで曲がれるので、カーブの数値は、そんなに必要ないです。ルージュのプロフィールです。色気が武器となっていますが、今思うと、この作品に限らず、ストーリーでそれが役に立ったことってなかったですね。ストーリー以外なら、ジェネレーションズでは、エッグポーンがメロメロになってましたけど、ロボットにしか効かない専用ビューの説明です。シャドウと違って、こっちは一般モデルっぽいですね。確かにハートマークが入っているのは、ルージュらしさがありますね。スーパーハングオンの説明です。ハングオンはバイクでしたが、こっちはゲーム機となっており、筐体のデザインがよく現れてますね。実際、ハングオンは、モニターが小さめで自然とバイクにくっついている感じなんですが、こっちは、ミニ筐体といって、モニターが別で先っぽが出っ張ってるんですよね。また、筐体自体のステップも追加されていて、安定性が上がっています。
外観のバイクっぽさは薄れてるんですが、ゲームとしての遊びやすさが進化しました。それをそのままゲームで走らせてるため、ちょっと不格好になっちゃいましたね。スーパーハンドオン自体についてですが、1987年に稼働しました。前作から2年経っての進化した作品ですね。先ほど話したようにミニ筐体も出回ったことで、より稼働テンポが増えたりと恩恵はあったみたいです。またスーパーチャージャーというシステムで一定の条件で速度をさらに上げられるとスピード感も増しました。移植は結構恵まれておりましたが、3DS が最後でダウンロード販売専用ソフトだったので現在は配信されていません。ですが龍が如くシリーズではたまに移植されており、思ったよりも体験できるようになっています。スイッチでは遊べない時期が続いていたものの、通発売と同時に龍が如くゼロが出たおかげで遊べるようになりました。単品販売もやってほしいですね。フォーガットントゥームのエキスパート版の説明です。開幕から確かに遺跡が崩れ始めます。冷静に考えたらこんなところ周回してる場合ではないのでは。タイムアタックの目標タイムは5分以内です。今回は2周目で下に行っていたり、序盤のジンスミスが不発だったけど無事達成。そこまで難しくなく割と余裕が出ると思います。ストーリーで大体攻略できた気がしますが、ファイナルファクトリーです。やっぱりここはパワーが有利なのでエッグマンでバイクギアを使いましょう。スタンダードの時と同じですが、一番右側の通路に行きます。ジャンプに反対側に渡ったら正面がパワー用ルートです。ギアパーツはエアセーブをつけていますが、これは通常の時と違い中盤にカプセルがないためエアー不足を軽減するためです。必須ではないですが、あると結構楽だと思います。通路の途中も2回壊す必要があるので、入った後のパンチは準備しておきましょう。飛んだ後はリングが上空なので手を上げて取ります。パワー用ルートの場合はリングが途中にない分、ここでしっかり回収しないといけません。この先は右側のポールを2回掴んでショートカットです。最短経路に抜けましょう。ミスをして外側から来た場合でも右に手を伸ばしてスイッチを押してポールから飛ぶと合流できます。正面に進むとパイプがありますが、向きがカーブに沿っていないためポールを掴むのを失敗した場合でも乗らない方がいいです。自力で曲がりましょう。また小ネタなんですが、ポールを掴まなくても右に曲がれば普通に道に入ることができます。手を伸ばすついでに体を右に傾けると保険になるかも。落下するところは手を広げなくていいです。ストーリーの時にも話しましたが、正直何もしないで落ちたらそこそこ速いので、降りた後はまた右側がパワー用の通路ですので外側を目指しましょう。スタンダードの時と違い左に曲がった後のブロックは1個です。なぜこっちの方が簡単になったのか。最後は右に曲がった後の大ジャンプです。パワー以外はここでしか上ルートに入れないため高いランクを必ず出しましょう。一周したのでカスタマイズの話を見ての通りですが、タイプ別スキルはパワー一択と言っていいでしょう。他2つはそもそも下ルートでしか出番がない上にそっちに行ったところで結局右から曲がってパワー用ルートに合流した方が早いですからね。あとはエアーの補充が少なく積極的にするとしても外側にあるハーフタイプに乗りに行く必要があるためエアセーブをつけるのがおすすめです。それ以外だと直線は多いのでリミットアップですかね。カーブはあんまり重要じゃなくてパワーに関しては役に立つ場所がないと思います。エッグマンのプロフィールです。本気でソニックを倒そうとした時はシリーズ通して何回もあったのが事実ですが、今回はそんな物騒な話でしたっけ。ワールドグランプリを開き全ライダーのデータを手に入れ最強のレーサーになるのが今回の企みだったみたいな説明の方が合っているような気が。専用ゲームの説明です。エッグマンの趣味とありますが、そんなに変わった場所はない気がします。むしろ普通にかっこいいバイクになっていますよ。エッグマンらしいといえば赤に白とか黒のツートンな気がしますし、マットフォルムがよりっぽいとかそんな気がするんですけどね。割といいデザインなので普通に他のキャラも乗せてみたかった。初代ライダーズだといいライダーは全キャラ乗れたんですけど、今回は変わってしまったんですよね。ファイナルファクトリーエキスパート版の説明です。キャノン砲は劣化パート前のところですかね。これだと各地に飛ばすには無理がある気がするんですが、レース用に出力調整されてるだけですね。迷宮みたいな工場ってには納得したんですが、やっぱり
説明と実態がかけ離れたコースが多いのが気になっちゃいますね。時間があるのでギア紹介、ボートスライダーです。シリーズ通して、実は毎回出ているのですが、今回は、初のバイクで登場。ドリフトは、初代や前作のホイールの特殊動作に近い感じですね。今作ではドリフト自体が消失したため、これを使わないとできません。自動で曲がってくれるとはいえ、絶対安全に流れるわけじゃないのは注意。次は、オムニテンボス。これも、シリーズ通して出てるギアですね。性能は低いですが、全部のスキルが使えます。当然ながら、これまでの解説を聞いてればわかるように、全部使えても役立つ部分はないですよね。もしもを叶えてくれるだけのものです。ちなみに、前作では、レベルアップで、それぞれの能力を振り替えるだけのギアとなっていたので、使いにくさが異常でした。それで当然ながら、ステータスも低いので、話にならない。最後はエクスプロージョンです。これは、本作オリジナル、ブーストをした際に近くが爆発して、後続にダメージを与えます。初代であった、トルネードに近い感じの妨害を行える手段になりますね。ただ、リミットが低いので、後続にダメージという性能と微妙に相性が悪いです。まあ、これで普通の速度出たら強すぎるってのはありますが、せめてリミットはもう一つ上がってもよかったのでは。タイムアタックの目標タイムは5分22秒以内です。パワー用ルートを使っていれば特に苦労することなく達成できますね。今回はギリギリにはなるのに、これは1回だけ下に落ちてますから、落ちなければ余裕ということです。最後はメタルシティのエキスパートです。初代と違って完全に新コースが作られています。これは嬉しいサプライズ。キャラクターはこれまではあまり活躍がなかったけど、最後はしっかり活躍してほしい1万にします。少し進むと分岐になり、左がパワー用、右がグラインド、エアライド用です。パワー用は壊した先にも車がいるのでパンチが多く忙しいです。グラインドかエアライドで楽した方がいいでしょう。右に行く予定だったのですが、センサーがフリーズして強制的に左に行きました。まあ最後ぐらいちょっと遊んでもいいですよねってことで続行します。2周目はちゃんと右行くので安心してください。スタンダードと同じくジャンプで上と下に分岐です。上の場合はガラスが踏むと割れてしまうため、手を伸ばしたリングを取りましょう。その先のトンネルはタイプ別に分かれていますので、自分のタイプに合わせた位置に移動します。こういった360度の通路が出てきたりと、結構今までにない作りがあったりして面白いですよね。グラインドレールに乗り損ねてますが、まあこっちの道もいい景色なんで、せっかくだからお楽しみください。新規コースとなれば色々見れるようにサービスしなくちゃね。こう見ると色々な建物や道が見えてたりと、メタルシティも結構広い感じがあって面白そうですよね。ここまで設定みたいなのが出来上がっていると、クロスワールドでもエクストリームギアの街みたいな感じでの登場を期待したいですね。ここから2回分カーブがスパイクになっています。エアーを補充するチャンス。ちなみに2回目のパイプで飛んだ先もスタート地点に通じるジャンプ台になっています。なので今みたいにエアーを使い切っても最後に飛ぶことはできるのでご安心を。最後はスタンダードと同じです。下の場合はリールが来るので手を上げましょう。できれば上に着地したいですね。一周したのでカスタマイズの話を。パワーは手動操作が多いのであまりおすすめしません。エアライドかグラインドになるのですが、エアライドはジャンプ台が細い方だと思うので、一番無難なのがグラインドですかね。一周目では見せられてないですが、結構な距離を自動で移動するのはやはり便利です。今回使ってませんが、サブにつける能力としては長距離の移動があるので、恩恵の大きいリミットアップかエアセーブですね。どちらかつけておけばそれだけで結構楽になると思います。E10000のプロフィールです。ちなみに G とありますが、グリーンのことでストーリーでデータを集めてたのはブルーの B です。まあ G もレースによっては出てきたので、最初からそのつもりで参加させてたのかな。残念ながら B はフリーレースとかだと使えないんですよね。使わせてほしかったです。専用ギアの説明です。
見た感じ、周りのガードが大きくてパワー系という印象ですが、エッグマンらしさはどこですかね。よくわかりませんでした。メタルシティ、エキスパート版の説明です。世界各地につながるパイプラインという、結構面白い設定ですね。最初のワールドグランプリで第1レースコースになっていたのは、ここから先の移動を見越してのことだったのかな。走っていて楽しめる景色というのも納得。7色は、最初のジャンプ台の後、上の方を見てください。ちゃんと色が違うパイプが通っています。背景の細かいものを説明してくれるナイスな文章でした。さて、ついに長いこの動画、およびフリーライダーズも、これで終わりを迎えます。今回は、ついに40分を超えてしまいましたね。でも、これで、全ての攻略が終わりました。次回からですが、ランブルや延期発表、チームソニックレーシングは録画できてないため、ライダーズ初代のミッションに戻ります。少しですが、ミッションモードにもストーリーがあるため、攻略は、そこまでって、人もそっちを楽しんでもらえればなと思います。どれくらいになるか未定ですが、できる限り、テンポよく編集して、クロスワールドまでに完結させたいですね。では、先にご挨拶をしておきましょうかね。ここまでご視聴ありがとうございました。フリーライダーズ楽しんでいただけましたか？またはお役に立ちましたか？良かったと思う人は、ぜひとも、チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。今後は、先ほどにも話したように、他のライダーズシリーズの攻略、クロスワールドまでにできれば完結させて、チームソニックレーシングをやりたいですね。もちろん、クロスワールド発売後は、レーシングシリーズもやり込み勢としてしっかり情報発信していきますのでお楽しみに。もちろん、レースだけじゃなくてランブルとか、今後出るソニックシリーズも取り扱っていきますよ。ランブルやクロスワールドは、マルチプレイの敷居も低いので、ぜひ一緒に遊びましょう。タイムアタックの目標タイムは5分20秒以内です。タイプ別ルートを使いさえすれば、そんなに難しくなく達成できると思います。どうしても足りない人は、終盤の2連カーブのパイプは、踏まずに曲がってみるとかが簡単な短縮案ですかね。ただし、エアー不足には注意してください。やはり、エアーがない状態で走る方が、損失は大きいですからね。それではこれで完結です。長時間のご視聴、お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。実績名がバグってますが、これでクリアできたのを確認しました。